はい、こんにちは。包丁のことあれこれチャンネルです。本日は、堺の包丁のご紹介をさせていただければなというふうに思ってるんですけれども、で、まずはヒストリーをちょっとお伝えできればなというふうに思っております。今から1300年から1700年ぐらい前まで遡ってしまうんですけれど、仁徳天皇陵の古墳が堺にあるんですよね。で、仁徳天皇陵の古墳を作るのに15年ほどかかったらしいんですけれども、その時に地を耕したり、穴を掘るのに、桑とか月といってちょっと畑を耕すのに使うような道具が大量に必要になってですね、日本中から鍛冶職人が堺に集められたというふうな形が今の堺刃物につながっているということなんですけど、そこから戦国時代、550年前ぐらいですかね、火縄銃とか必要になってきたもので、職人さんたちが鉄砲を作ったというふうな形で、さらに発展し、江戸時代に同じくポルトガルからタバコが来てですね、そのタバコを刻むタバコ包丁っていうのが必要になって、堺の職人さんたちがいいタバコ包丁を作っていったと。その辺からが堺刃物の起源というふうな形になってるらしいんですけれども、後にタバコ包丁も必要なくなって、職人さんたちが料理包丁を作り始めたというふうな形で、今の包丁に発展していくというふうなことなんですけれども、堺の包丁の大きな特徴っていうのは、鍛冶とか刃を研ぐ職人さんっていうか、それぞれ分業なんですよね。技を極めるのに、皆さん生涯を尽くしていったんですけれども、鍛冶屋さんと研ぎが切磋琢磨していくうちに、やっぱりすごくレベルの高いものができて、他の産地に負けない高品質な包丁ができてきたというふうなことが、堺刃物を生んだストーリーというふうな形になります。で、私が持ってる包丁は、堺隆之上作という書いてある出刃包丁、柳、鎌形の薄刃。この上作というのは、鋼の種類が白鋼の2号ですね。白2号というものを使ってます。鋼が柔らかくて研ぎやすいプロ用ですけどね。こちらも堺隆之の別あつらえという風な銘が入ってるんですけれども、うなぎ先で、これが寿司切りですね。こちらの包丁は、白の1号、先ほどよりちょっと単層が多いんでしょうかね。長切れするというか、そういった形になってますけれども、これが金糸3号っていうステンレス、ダマスカスになってますね。それと、こちらがイノックスプロステンレス鋼ですね。持ち手の絵のところがお腹柄っていうんでしょうかね。滑り止めがついていて27センチと刃とハンドルが一体型になっているタイプです。グランドシェフという洋食の牛刀ですね。こちらはスウェーデンの鋼を使ったボーラウッデホルムという会社の特殊鋼を使っていると。長切れ、こちらもするのが特徴の包丁になってます。こちらはイノックス、モリブデン鋼、研ぎやすくて便利な形になってます。それでですね、先ほどお伝えさせていただいた、分業制で作ってるんですけれども、こういった上作は鍛冶が山下義雄さんっていうんでしょうかね。で、成形とか研磨とかそういったのは伝統工芸士の山塚光夫さんっていう方が作っているという風な商品ですね。で、この銀さん、こちら堺でいち早くステンレスの和包丁を手掛けてるんですけども、こちらも山塚刃物製作所の山塚さん。時は同じ山塚光夫さんという形です。で、この別あつらえなんかは、富樫製作所で制作されていますね。で、刃付けは土佐さんという方がやっていると思います。そういった形で、伝統工芸士さんが一応担当しながら、鍛冶をやって、刃付けをやるというような形になってます。まだまだハイグレードないっぱい種類がありますので、ホームページ等でご確認いただければなというふうに思っています。本日は堺隆之青木刃物製作所さんの私が持っているコレクションをご紹介させていただきました。堺の刃物の歴史も若干お伝えさせていただきましたので、
こういった形で日本の伝統文化、刃物の歴史みたいなものも今後少しずつ配信していけるといいなというふうに思ってますので、何かご参考になることがございましたら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。